小説家、作家のためのアウトラインエディター、物書きマイスターの開発進捗報告です。物書きマイスターではアプリコマンドという独自の機能を搭載しています。現在はそれをさらに便利にすべく改修中です。今回はアプリ内部を操作するアプリコマンドラインの大幅リニューアルと執筆を劇的に効率化するマクロシステムの実装デモをお届けします。アプリコマンドラインは独自のコマンドラインになっており、キーボードから手を離さずにいろんな機能を実行できます。今回の改良で次のことができるようになります。コマンドを複数行書いて一気に実行できるようになります。例えば赤枠のような複数のコマンドを書いたとします。これを選択してマクロというコマンドを実行します。すると指定のノードを選択し、さらにそのノードパスを出力しました。キーセルはノードを選択、エコーはテキストをコンソールに表示するコマンドです。この複数行のコマンドをマクロと言います。ちょっとした作業を自動化してあなたの執筆活動がさらにはかどります。いくつかのコマンドを実行すれば超お手軽に独自 UI を作れるようになります。例えば9、10行目のようなコマンドがあります。これをマクロコマンドで実行するとボタンだけのウィンドウが起動します。ウィンドウの表示位置を直したい場合もすぐできます。もっと複雑な UI の例です。このように自由な配置で自分だけの UI を構築できます。しかもボタンを押した時などの動作も簡単です。各 UI は MK ボタンなど MK から始まるコマンド名となります。そしてその UI を使った時に実行したいコマンドを指定できます。ボタンを押した時、入力をした時、入力してエンターを押した時などです。ちょっとした編集ツールを作るのにおすすめです。また既存の機能のウィンドウをこの UI コマンドで置き換える予定です。例えば単発の AI を実行できるターミナルパネルがあります。これをマクロで UI を作成して似たようなツールを作ります。
ンプルコードとして編集できるようにすれば、ユーザーがカスタマイズすることもできます。次に AI を手軽に呼び出せるコマンドを実装しました。 AI 機能名プロンプトという形式で実行できます。 AI ディクトは表現辞典を実行して類義語や表現を調べられます。AI トランスレートは指定の言語に翻訳します。AI ランダムプロットは指示に合わせたランダムなアイデアを提示します。AI を使う時のチャットで AI に聞くという大げさ感を省いてダイレクトに目的を達成できます。最後に組み合わせ例を紹介します。例えば現在はターミナルパネルという画面で使える表現辞典の AI があります。それをUI を作るコマンドや AI コマンドで表現辞典のウィンドウを作りました。ボタンを押して実行すると提案された表現がずらずらと表示されます。最終的にはこのマクロの仕様や知識をスキルや参考資料にまとめ AI が参照できるようにします。そうすればユーザーがこういうツールが欲しいと言った時に UI 付きのツールが自動的に生成されるようになるかもしれません。物書きマイスターはあらゆる物書きに携わる人を支援します。